紙のロールにうがたれた無数の穴、それが音楽の時間を支配する最初の魔法でした。ええ。19世紀の自動演奏ピアノに刻まれたその物理的な空洞は現代へと至る長い探求の旅の最初の道しるべに過ぎません。その初期のシーケンサーが放っていた無機質なカチャカチャというリレー回路の動作音、そこから現代の分厚いゴム製パッドをポフッと力強く叩く鈍い感触へと至るまで、音とインターフェースの進化は驚くべき変遷をたどってきました。まさにそうですね。正確無比な機械の鼓動がいつしか人間の生々しい揺らぎを宿すようになり、今では指先の微細な圧力さえも記録するようになっています。本日の探求テーマは、単なる自動演奏装置から音楽家との競争のパートナーへと進化したシーケンサーの深遠なる歴史です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は資料を丁寧に読み解きながら音楽の構造を記述するプラットフォームの歴史を紐解いていく電子音楽機材の探求の時間です。この静かな探求にご賛同いただける方は、次なる歴史の扉を開く原動力となるチャンネル登録と高評価をぜひお願いいたします。そもそもシーケンサーってテープレコーダーのように音そのものを録音する機械ではないんですよね。はい。テープレコーダーが音の波形を物理的に切り取る、いわば写真だとしたら、シーケンサーは演奏のレシピです。レシピですか？そうです。どのタイミングでどの音色をどれくらいの長さと強さで鳴らすのか、その構造だけを記録し、後からシンセサイザーなどの別の楽器に自動演奏させるためのいわば設計図ですね。なるほど。今日は9世紀に作られた水で動くフルート奏者という驚きの起源から、巨大な壁一面の実験機を経て現代の音楽制作に欠かせないあの分厚いゴム製パッドの名機までをたどります。ええ。単なる自動再生装置がいかにして人間の競争のパートナーへと進化していったのか、あなたと一緒に一歩ずつ紐解いていきたいと思います。よろしくお願いします。まず音楽を自動で演奏するというコンピューターがない時代にどうやって生まれたんでしょうか？実はその歴史は驚くほど古く、9世紀のイスラム黄金時代にまで遡ります。9世紀ですか？はい。バヌームーサ兄弟という学者たちが開発した水力駆動の自動フルート奏者や、13世紀のあるジャザリによるロボットバンドがその起源と言われています。随分と古いんですね。ええ。彼らは音楽の時間を物理的な空間に置き換えることで記録しようとしました。音楽の時間を空間に置き換える。一体どうやって制御していたんですか？回転する円筒の表面に小さなペグ、つまり突起物が配置されていました。はい。円筒が水力などで一定の速度で回転すると、そのペグが特定のタイミングでレバーやバルブを物理的に弾き音を鳴らすという仕組みです。ああ、なるほど。オルゴールの筒についているあの小さなトゲトゲですね。その通りです。そしてこの物理的な穴や突起でタイミングを記録するという発想が19世紀末のピアノーラ、いわゆる自動演奏ピアノで飛躍的な進化を遂げます。聞いたことがあります。ここではペグの代わりに 11.25 インチ幅の長い紙のロールが使われました。11.25インチ幅。ええ。紙に無数の穴が開けられていて、それが空圧のセンサーを通過すると、穴の配置通りにピアノの鍵盤が自動で押し下がるんです。なるほど。想像してみてください。紙のロールを広げると、紙が縦に流れていく方向が時間の経過で、横に並んだ穴の位置が音の高さを表しているわけですよね。はい、その通りです。これって現代の音楽制作ソフトの画面に表示されるピアノロールと全く同じじゃないですか。横軸が時間で縦軸が鍵盤の音程になっているあの画面です。ええ、まさに19世紀の時点で音楽の構造を視覚的なグリッドとして捉えるインターフェースが完成していたんです。すごいですね。ミュージシャンは新しいプログラミング言語を覚える必要がなく、ただ視覚的に穴の位置を見れば音楽が理解できた。これが非常に重要でした。ではその紙のロールからどうやって現代の電子的なシーケンサーにつながっていくんですか？そうですね。1950年代に入ると、この物理的に情報を記録するという概念を生楽器ではなく電子音の制御に応用しようとする巨大なプロジェクトが立ち上がります。電子音ですか？ええ、それがハリー・オルソンとハーバート・ベラーが開発した RCA M2 サウンドシンセサイザーです。この機材の写真を事前に見ましたけど、もう楽器というより部屋の壁一面を埋め尽くす巨大な配電盤からコンピューターの要塞ですよね。
そうですね。無理もありません。なぜなら、この機械はそもそもミュージシャンのために作られたものではなかったからです。あ、そうなんですか。もともとは科学者たちが人間の声を人工的に合成する研究のために開発した特殊の実験機でした。声の合成のために。それがどうして音楽の歴史を変えることになったんですか？人間の発声の複雑な周波数や音量、音の減衰具合を再現するには極めて精密な制御が必要だったからです。なるほど。そこで彼らはタイプライターのような鍵盤を使ってパンチテープにバイナリーデータ、つまり二進数の穴を開けて指示を出しました。二進数で。紙テープがじりじりと送られ、壁一面のリレー回路がカチャカチャと立てながら切り替わっていく。はい。この人間には不可能な精密な制御に目をつけたのがミルトン・バビットのような現代音楽の作曲家たちだったのです。なるほど。科学者たちが作ったシステムが複雑なリズムや音程を寸分の狂いもなく演奏できる夢の機械として音楽家に発見されたわけですね。その通りです。でも、現代のステージでそんな巨大な壁みたいな機械を見かけることはありません。どこかで進化の方向が変わったんですよね。はい。RCA M2 は極めて正確でしたが、致命的な弱点がありました。それはリアルタイム性の欠如です。リアルタイム性。穴を開けたパンチテープを読み込ませて機械が音を合成する結果を待つというプロセスは工場での生産作業のようなものでした。なるほど。現場のミュージシャンが求めていたのは計算結果を待つことではなく、自分の感覚で直接音に触れてその場で音楽を有機的に変化させる体験だったのです。つまり、紙にレシピを細かく書いて、オーブンに入れて焼き上がるのをただ待つ。ではなく、キッチンの鍋の前に立って、味見をしながらリアルタイムで塩を足すような体験が必要だったということですね。非常に的確な例えですね。そこで1960年代に登場したのがアナログ電圧制御、いわゆるボルテージコントロールという全く新しいアプローチです。ボルテージコントロール。はい。ドン・ブックラーやロバート・ムーグといった伝説的な開発者たちがこの概念を音楽に持ち込みました。ムーグ。有名なムーグですね。電圧制御って具体的にはどうやって音を操るんですか？シンプルに言えば、電気の圧力、つまり電圧の強さを音のパラメーターに変換する仕組みです。はい。例えば、回路に1ボルトの電圧を流せばドの音、2ボルトならレの音が出るというように設計します。なるほど。これによって巨大なパンチテープの玉が手のひらサイズのノブ、つまりつまみへと置き換わったのです。1968年に登場したムーグ960セクエンシャルコントローラーはその象徴でした。3列に並んだ8のノブがずらーっと配置されている、見た目も最高にかっこいい機材ですね。はい。各ステップのノブを回すことで出力される電圧を連続的に変化させることができます。ええ。ランプが左から右へとチカチカと進行していくのを見ながらミュージシャンは指先でノブをつかむ。はい。ぬるっとした重みのあるトルク感を感じながら再生中にノブを回してピッチや音量、音の明るさをリアルタイムで変化させるわけです。なるほど。電圧の強さを直接コントロールしているから、音が途切れることなく滑らかに変化するんですね。そういうことです。シーケンサーがあらかじめ決まった手順を再生するだけの機械から、人間と一緒になってステージ上でジャムセッションをするライブ楽器へと進化した瞬間ですね。機械の反復と人間のリアルタイムな介入、この関係性が築かれたことの意義は計り知れません。素晴らしいですね。しかしここでまたしても歴史の振り子は大きく揺れ動きます。アナログのノブによる直感的な操作は魔法のようでしたが、不安定さという宿命を背負っていました。不安定さというと？温度や湿度の変化によってアナログ回路の電圧が簡単に揺らいでしまうんです。なるほど。ステージ上の照明が熱を持っただけで設定したはずの音程がずれてしまうこともありました。そこでミュージシャンたちは再び絶対的な制御と正確性への渇望を抱き始めます。なるほど。どうすればチューニングが狂わない完璧な演奏ができるのか。これが1970年代後半のデジタルの波を引き起こすのです。アナログからデジタルへの移行ですね。ここで1977年にローランドが発表した MC8 マイクロコンポーザーがその代表です。インテル 8080A プロセッサーを搭載し、シーケンサーの歴史をデジタル制御の時代へと強制的に移行させた機材ですね。
直感的なノブは廃止され、テンキーでの数値入力が採用されました。いわゆる ST/GT 方式というアプローチです。ST とはステップタイム、つまり次の音が鳴るまでの間隔。GT とはゲートタイム、その音が実際に鳴っている時間の長さですね。その通りです。演奏という直感的な行為を数字の羅列に分解して、カチッという硬いキータッチでプログラミング的に数値を打ち込んでいく作業へと変わりました。まさにコードを記述している状態ですね。この MC8 は松竹秀樹氏という卓越したプログラマーを経由して YMO に導入され、テクノポップという新たなジャンルを確立するという輝かしい実績を残しました。人間には不可能な超絶的なスピードや正確なリズムを生み出しましたね。はい。しかし同時に、その過酷な作業環境という生々しい内実も語らなければなりません。当時はカセットテープにデータを保存していましたが、デジタルデータを音声信号に変換して録音するため、ピーガガガというモデムのようなノイズ音が鳴り響いていました。データをロードする際もそのテープを再生して音声をデジタルデータに再変換して読み込ませていたわけですね。ええ。何十分もかけてじりじりと音を立てながらテープを回し、正常にロードできるかを検証する。もしエラーが出れば最初から打ち直しです。この冷徹な正確さの裏には、検証作業に追われるユーザーたちの血と汗が隠されていました。そうした背景を知ると、あの無機質なリズムが不思議と愛おしいものに聞こえてきますね。本当にそうですね。1980年代に入ると、数学的な知識がなくてももっと感覚的にデジタルの正確さを扱えるインターフェースが求められるようになります。はい。ここで歴史を変える2つの革命が起きます。一つが1983年のミディの誕生です。ミディって今でも使われている規格ですよね。これがどうして革命だったんですか？それまで例えばローランドのシンセサイザーとヤマハのシンセサイザーは通信の方式が違うためつなぐことができませんでした。はい。ミディはメーカーの垣根を越えて楽器同士が会話するための世界共通のデジタル言語として機能したのです。なるほど。これによってキーボードで弾いた演奏データ、つまりどの弦をどれくらい強く弾いたかを数値入力ではなく弾くという行為そのままに直接シーケンサーに記録できるようになりました。つまりわざわざステップタイムは数字でいくつなんて計算しなくても、普通に鍵盤を弾くだけでその情報がデジタルデータとして記録されるようになった。まさに音楽家にとっての解放ですね。そしてもう一つの革命が1980年に登場した伝説のドラムマシン、ローランド TR808 です。出ました。通称ヤオヤ。ヒップホップやダンスミュージックで今でも聴かない日はないあの名機ですね。実は TR808 はもともとは本物のアコースティックドラムの音を再現しようとして作られました。あ、そうだったんですか。しかし当時のアナログ技術の限界からその試みは失敗に終わります。本物のドラムの音には全く似ていなかったんです。失敗だったのになぜあんなに伝説的な名機になったんですか？本物のドラムには似ていませんでしたが、その代わりドゥーンという深く重いサブベースの効いたキックと空間を切り裂くような金属的なハイハットという唯一無二の電子音を生み出したからです。なるほど。そして何より TR808 の真の功績は、あれですね。16個のボタンを横一列に並べてリズムを構築する TR レック方式と呼ばれる画期的なインターフェースです。専門的な音楽理論や楽器を演奏する技術がなくても、3つ目にキックを置いて裏にハイハットを置くみたいに直感的なパズル感覚でビートを組み立てられるようになったわけですね。その通りです。機械の時計に従って寸分違わぬ正確さでリズムがループし続ける。当時の音楽家たちにとってこれはとてつもない恩恵でした。でもここで一つ疑問があります。完全にマス目通りに音が鳴るってことは、良くも悪くもロボットみたいな無機質な音楽になりませんか？そうですね。今私たちが聴いている音楽の多くは、もっと体が自然と揺れるようなノリがありますよね。非常に鋭い指摘です。まさにその正確すぎるという壁にぶつかった音楽家たちが次に求めたのが人間の揺らぎ。人間の揺らぎ。そこで1988年 MPC60 という機材が歴史の扉をこじ開けます。 MPC ですね。ヒップホップの歴史を語る上で絶対に外せない機材です。はい。あの16個の分厚いゴム製パッド、指の腹で強く叩き込んだ時のポフッという鈍い感触が特徴的ですね。本当に。TR808 が完璧な方眼紙だとしたら、
MPC60 はその方眼紙の線をあえてはみ出して描くための絵の具を与えてくれたような印象があります。素晴らしい視点です。そして何よりスイングという革新的な機能を搭載したことにあります。スイングってよく音楽用語で聞きますが、機械的にはどういう処理をしているんですか？簡単に言えば、完璧な16分音符のグリッドのうち偶数番目のステップだけをわずかに遅らせる機能です。遅らせるんですね。はい。50% なら完全に等間隔ですが、これを 55%、60% と上げていくと、裏拍がどんどん後ろにずれていきます。なるほど。でも、なぜわざわざ音を遅らせると人間はグルーヴを感じるんでしょうか？それは心理音響学的な効果です。リスナーの脳は等間隔のグリッドを無意識に予測して聞いています。はい。しかし、スイングによってスネアドラムの音がほんの数ミリ秒だけ遅れてやってくる。すると脳があれまだ来ないのかと予測を裏切られ、スネアの音を迎えに行こうとして物理的に体が前のめりになるんです。物理的に前のめりになる。ええ。この微細な緊張と緩和が私たちがグルーヴと呼ぶものの正体です。なるほど。非常に腑に落ちました。リスナーの皆さんも車を運転しながらハンドルの上で指を叩いていて、なんだかちょっとよれたような、つんのめるようなビートに首を振った経験があるはずです。まさにあの感覚ですね。そして J. ディラのような伝説的なプロデューサーたちは機械のスイング機能すらも超えていきました。と言いますと、彼らはクオンタイズという機能を完全にオフにしたんです。クオンタイズって人間がパッドを少しずれたタイミングで叩いても機械が自動的に一番近いマス目にぴったり合わせて補正してくれる、いわば補助輪みたいな機能ですよね。ええ。それを外したということですか？はい。補助輪を外すことでパッドを叩く人間のわずかなタイミングのズレがそのままシーケンサーに記録されるようになります。なるほど。あえて補正をかけず J. ディラ自身の体の中にある独特のよれをそのまま焼き付けたんです。これってすごく歴史の皮肉で面白いですよね。もともとは正確に自動演奏するために作られた冷徹な機械が、結果的に不完全な揺らぎや生々しい感情を表現するための最強のツールになってしまったんですから。まさにその通りです。機械の正確な基準が存在したからこそ、そこからのズレが極上の人間味として際立ったわけです。MPC がハイエンドなスタジオでグルーヴを民主化していた一方で、シーケンサー文化の中には全く別の制約から信じられない進化を遂げた系統もありますよね。ええ。高価な機材を買えなかった若者たちが手元にあるもので音楽を作ろうとした結果生まれた、ある種狂気的ともいえるアプローチ。はい。MPC とは全く異なる哲学、トラッカー文化ですね。その代表格がゲームボーイを用いた LSDJ などのソフトウェアです。ゲームボーイで音楽を作るんですよね。そうです。想像してみてください。あの曲調の画面と十字キー、A ボタン B ボタンだけですよ。マウスを優雅にクリックするのとは次元が違います。ええ。トラッカーの画面は上から下へと文字や数字がスクロールしていく仕様です。そこに音程やエフェクトの数値を16進数で直接打ち込んでいく。16進数って0から9までの数字と A から F までのアルファベットで表すプログラミングみたいなあれですよね。はい、まさにそれです。それを使って親指がつるほどの猛スピードで十字キーを連打するわけです。もう楽器の演奏というより格闘ゲームのコンボを入力しているような異様な身体性と寝つきがあります。経済的あるいは物理的な極限の制約があったからこそ、それを乗り越えるための異常な入力スピードは独自のテクニックが発達したんです。なるほど。またハードウェアの狂気的な進化という意味では、スウェーデンのエレクトロンというメーカーが生み出したパラメーターロックも外せません。その機能を資料を読んでいて頭がおかしくなりそうでした。そうですよね。一小節の中で1ステップごとに全く違う音源や数値を記録していく概念ですよね。ええ。通常のシーケンサーなら一つのトラックはキックドラムの音と決まっています。はい。しかしパラメーターロックを使えば、最初のステップでキックが鳴り、次のステップでは急にベースがうなる、そしてその次のステップではざらついたノイズが表揚するように切り替わる。ええ。これを一つのトラック上で異常な密度でやってのけるんです。数学的なパズルを極めすぎた結果、人間離れした変態的なシークエンスが可能になったわけですね。そういうことです。でも、そうしたハードウェアの極限進化の一方で、時代はどんどんコンピューターの性能向上へと向かいますよね。はい。2000年代以降、音楽制作の拠点は現代の DAW、つまり PC 上のソフトウェアへと完全に移行していきます。ええ。
キューベースが画面上にブロックを配置するアレンジウィンドウを確立し、FL スタジオが直感的で洗練されたピアノロールで爆発的な人気を得ました。リスナーの皆さんも YouTube などでカラフルなブロックが横に流れていく音楽制作の画面を見たことがあると思います。ええ。無限のトラック、何度でもやり直せる非破壊編集、すべてが視覚化された世界。そうですね。でも、ここですごく素朴な疑問があります。はい、何でしょうか。DAW を使えば画面上で何でも自由に、しかも視覚的にコントロールできるじゃないですか。ええ。それなのになぜ2010年代に入ってからあえてゲームボーイでボタンを連打したり複雑なケーブルをつなぐモジュラーシンセが再評価されたりしたんですか？それこそが現代の音楽家たちが直面した最も深い哲学的な壁なんです。哲学的な壁。答えはアルゴリズムに主導権を委ねる。無限の自由を手に入れたのにそれを手放すんですか？ええ。PC の画面とマウスによる完全な視覚的支配は何でもできるがゆえに予測可能で退屈になりがちなんです。なるほど。さらに無限の選択肢は何を作ればいいのかわからないという麻痺状態を引き起こします。わかります。そこで注目されたのがミュータブルインストルメンツのマーブルズなどに代表されるジェネレイティブ、つまり生成的なシーケンサーです。つまりあらかじめ自分が決めた音符を並べるんじゃなくて確率や乱数を使って機械側から予測不可能なフレーズを提案させるってことですか？その通りです。人間がこう弾けと命令するのではなく、機械のアルゴリズムに主導権の一部を委ねる。機械がポロポロと生成してきた思いがけないフレーズに対して人間が「お、これいいな」と。ははは、なるほど。これは機械を奴隷として扱うのではなく、インスピレーションを与えてくれるスパーリングパートナーとして対話している状態なんです。なるほど。だからジェネレーティブなんですね。ええ。冷徹な機械から対話する相手になった。これってすごい変化です。さて、ここまで正確なグリッド、人間の生々しい揺らぎ、そして乱数と対話するジェネレーティブな要素と辿ってきました。はい。もしこのシークエンサーの歴史のすべてを一台に内包した機材があるとしたら、いよいよそこにたどり着きます。フランスのスクワープインストルメンツが開発した現在のハードウェアシークエンサーの一つの到達点、ハパックス。これ写真を見たんですが、2つの高精細なディスプレイがあって128個の光るパッドが整然と並んでいるんです。そうですね。 DJ のように2つのプロジェクトをノンストップで切り替えてライブができるんですよね。はい。でも正直に言うと、見た目だけならエイブルトンプッシュみたいな現代のパッドコントローラーと何が違うのと思ってしまったんですが、何が歴史的転換点なんですか？表面的な見た目ではなく、その内部構造が1983年からの MIDI の常識を完全に破壊しているんです。完全に破壊している。最大の理由は MPE、つまり MIDI ポリフォニックエクスプレッションを完全サポートしたスタンドアローンシーケンサーである点です。 MPE、従来の MIDI とは何が違うんでしょうか？もっと分かりやすく教えてもらえますか？ピアノで和音を弾くところを想像してみてください。従来の MIDI は車のハンドルのようなものです。車のハンドル。ピッチベンド、つまり音程を滑らかに変化させる機能を使おうとすると、ハンドルを切ったように和音を構成するすべての音程が一斉に曲がってしまいます。チャンネル全体に効果がかかってしまうからですね。そうです。しかし MPE はすべての指に独立したハンドルを与えるような技術です。すべての指に独立したハンドル。はい。和音を押さえたまま中指のパッドだけを強く押し込んだり、薬指のパッドだけを横に滑らせたり、その微細な圧力の変化や揺れを一つ一つの音符ごとに独立して完全に記録し編集できるんです。ちょっと待ってください。それって要するにエレクトロンのような緻密で数学的なプログラミングの正確さと、チェロやギターのようなアコースティック楽器を演奏した時の指先の摩擦や感情の揺らぎが、このハパクスという一台の中で完全に握手をしたってことですよね。まさにその通りです。正確無比な機械のグリッドと生々しい人間の有機的なジェスチャーがかつてないレベルでシームレスに融合した。だからこそ歴史的転換点と呼ぶにふさわしいのです。なんだか鳥肌が立ってきました。40年間私たちが機械的だと感じてきたデジタルの冷たさを、ついにハードウェアのシーケンサー自体が克服したんですね。そう考えると、この冷徹な機械の進化の過程すらどこか愛おしいものに思えてきます。もはや自動演奏装置という枠を超えて、人間の身体性をそのままデジタル空間に拡張する次元に到達しています。手触りを通じた機械との対話というアプローチは、
スタジオに鎮座する大型機械だけでなく、よりパーソナルな領域へも浸透していった記録があります。はい。その思想が直接的に反映されているのが日本の優れたハードウェア群です。日本の機材ですね。ええ。例えば、ヤマハのパームトップシーケンサー QI シリーズが挙げられます。コンパクトな名機ですね。はい。VHS ビデオカセットほどのサイズでありながら、寝転がりながらでも作曲できるという全く新しいスタイルを提示しました。スタジオの密室からベッドルームへ機材が飛び出した瞬間ですね。そうですね。さらに、ダンスミュージックのライブシーケンサーとして一時代を築いた RMX は、シーケンサーをスタジオの裏方からステージの主役へと押し上げました。そうした愛おしい名機たちの系譜や詳細な設計思想については、また別の機会に探求していきましょええ。機材の内部構造や操作性がいかにして特定の網楽ジャンルを牽引したのか、まだまだ紐解くべき歴史のページは尽きません。う。次回のエピソードとしてじっくりと掘り下げたいですね。はい。最後に一つ挑発的な考えを共有させてください。近年では AI アルゴリズムによる制作アシスト技術もどんどん進化していますよね。ええ、目覚ましいですね。インスピレーションを与える競争のパートナーとなったシーケンサーですが、人間の指先の微細な圧力や揺れといった感情のデータを機械が学習し続けた先には、いつか私たちがパッドに触れるより前に、私たちの感情を先読みして完璧なグルーヴを叶え始める日が来るのでしょうか。その時、音楽の主導権は果たしてどちらにあるのでしょうか。それはテクノロジーと人民の関係性を問う非常に根源的で恐ろしくもある問いですね。機械が私たちの心をシミュレートし始めた時、私たちが音楽に込める魂は一体何なのか、改めて向き合うことになりそうです。無機質な機械音がいかにして人間の心拍数とシンクロするようになったのか、ぜひあなたもお気に入りのトラックで首を振りながら考えてみてください。